メリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はインディアンモーターサイクルの中でも特に人気の高いスカウトシリーズ、私西尾的に一押しのチーフシリーズ、その2つの人気シリーズを比べてみようという動画になります。インディアンモーターサイクル、車両を知るのはスカウトシリーズからという方が非常に多いんですけれど、チーフシリーズと具体的にどういうところが違うのか、足つきライディングポジション、デザインの肝などいろいろと実車を比較してお伝えしていきたいなと思います。ではインディアンモーターサイクルのスカウトシリーズもチーフシリーズも気になるという方にデザインのポイントとかお伝えしていきたいなと思います。今回はスカウトモチーフもいろいろ種類出てるんですけど、一番人気のスカウトボバーとチーフシリーズでは一番スタンダードなチーフダークホース西尾号、ちょっとシートとかねこの辺変わってますけど、車両の構成ご紹介していきたいなと思います。まずスカウトシリーズ、こちらスカウトボバーフロント周りのデザイン紹介していきたいんですが、スカウトシリーズ全て LED タイプのヘッドライトになってます。こう上下が分割されているような、パッと見ねすごいシンプルなヘッドライト、 LED のウインカー左右ですね。車両によって違うんですけど、スカウトボバーはヘッドライトにこのナセルのカバーがついてます。クラシック感ありつつカスタム感ありつつ、スカウトボバー人気の一つかなと思います。足回りこんな感じで、オーソドックスなアメリカンのスタイル、整列フォークに片側のブレーキ、モデルによってこのキャストホイールだったりスポークホイールだったりという感じで、クラシックさを際立たせたいモデルたちとカスタマイズ感を見せたいモデルたちっていう感じで、スカウトシリーズいろいろデザイン選べるようになってます。いいと思います。シンプルで。そしてこちらチーフダークホースフロント周りデザインなんですが、これもね基本的には整列フォーク、オーソドックスな足回りにブレーキは片側になっていて、ヘッドライト LED のものがついてるのは同じなんですけど、カスタム感のあるプロジェクタータイプの LED ヘッドライトがついています。ネオクラシック味を感じさせるようなスタイルかなと。チーフシリーズもスカウトと同じくキャストホイールのものとスポークホイールのもの、スポーツチーフなんかは倒立フォークでダブルディスクになってたりとか、車種のキャラによって装備品いろいろ変わってますので、この辺ねスカウトとチーフどうしようかなも悩むと思うんですけど、スカウトの中で好きなやつ、チーフの中でお好みのやつね、いろいろあるので一緒に悩んでいきましょう。スカウトシリーズとチーフシリーズで一番違うエンジン、横から見たところご紹介していきます。スカウトシリーズ2025年モデルから 1250cc のスピードプラスという新しいエンジンになってます。この水冷のエンジンなんでね、非常につるっとした感じの凹凸の少ないシンプルなエンジンなんですが、このマフラーね 2-in-1 の太いサイレンサーとこのフレームとエンジンのぎっしり感、すごいアメ車っぽくていいと思います。これまた別の動画でご紹介してるんですけど、スカウトシリーズは1920年に発売された初代スカウトのデザイン、非常にリスペクトした作りになってまして、例えばねこのフレーム、ここねパイプのフレームがこうぐるーっとエンジンを囲ってるんですけども、特に見てほしいところがここの下のフレームからここね、タンクの横からわざわざ顔を出してくるフレームと、シート下サイドカバーをつなぐフレームからリアサスペンションの取り付け角度ね、ここは隠れてるとはいえ、このね弓なりになったフレーム形状をねイメージさせるこのデザイン、かっこいいと思います。この辺もね全体的にこう丸みを帯びてるというか、曲線をとても大事にしているようなデザインなんですけど、エンジンマフラー周りのぎっしり感、マッチョなアメリカンっていう感じで非常にかっこいいと思います。いいと思います。同じところチーフシリーズエンジンおよび横から見たところご紹介していきたいんですが、スカウトのねフレームワークとチーフ結構ね共通してタンクが乗っかってるんだけど、ここのメインフレームの曲線を
意識させるようなフレームのデザイン、非常にかっこいいなと思うんですけど、スカウトと違ってフレームとエンジンの余白がすごいあります。ここもそうですし、こことかね、あとこっちもそうなんですけど、スカウトのスピードプラスエンジンは水冷のエンジンなんで、当然ラジエーターがついてるんですけど、チーフのサンダーストロークエンジンは競技これしかないっていう純空冷のエンジンになってまして、 100% 空冷です。なのでフレームのこの前側、ここの隙間ガラ空きになってまして、エンジンの形もよく見える、フレームのデザインもよくわかるっていう感じで、スカウトのぎっしり感、アメリカンなマッチョ感っていうのとは別の切り口で、すごいシンプルでミニマルな感じ、かっこいいと思います。このエンジンの形状ね、 V 型エンジン生まれた初めの頃のサイドバルブっていうエンジンのヘッド形状を模したこのスタイルに、全体的にちょっとね丸みを帯びたエンジンの形状と、この空冷フィンの整列ね、ハーレーのミルウォーキー8っていう空冷のエンジンと比べてる動画とかも概要欄貼ってるので、ぜひねインディアンの中でも比べていただきたいエンジンですし、同じアメリカのバイクでハーレーともぜひ比べていただきたい、私の大好きなサンダーストロークエンジンです。かっこいい。ではこちらスカウトボバーのリア周り見ていきたいんですけど、マフラーは非常にぶっといサイレンサーガバッと後ろまで来てるんですが、テール周りボバーという名前だけあって、ズバッとねボブってある形になっていて、サイドナンバーとウインカーテール、非常にシンプルでちょっとカスタム感出てるような、そんなスタイルに収まってます。僕がいいなと思ったのがこのリアフェンダーの形状ですね。スカウトボバータンクの形状もそうなんですけど、真ん中にリブがついてて立体的な形状になってるっていうのもカスタム感があるというか、デザインのポイントとしてコストかけてあるなというように思いました。シンプルでいいと思います。ではチーフダークホース後ろ回り見ていきたいんですけど、基本的にはスカウトボバーと同じ、リアフェンダーをボブしてある形で、サイドナンバーとウインカーテール、チーフはね2本出しのマフラーになってるので、シンプルさはありながらもマフラーの2本出しが迫力出てるかなというスタイルになってます。スカウトボバーと違ってチーフフロントフェンダーからタンクにかけて流線形というか卵型というか、曲面が柔らかい、そんなデザインになってるんですけど、リアフェンダーもフロントフェンダーも横までガバッと、上はぬるっという感じで、非常にふくよかなスタイル。これもねスカウトとチーフデザインのポイント、差別化してあるなと感じました。かっこいい。では私西尾的に気にする、またがった時に自分に見える景色ですね。コックピット周辺ご紹介していきます。まずタンク、スカウトシリーズね、前がカクッとで下がこうギュッと切れ込んでいて、前のカクカク感からフレームがちょっと見えるようにデザインがカクッとしてるところ独特やなと思います。そして、ガソリンのキャップは右側、真ん中にタンクベルトを模したようなカバーがはまってまして、オプション品をつけるとグリップヒーターのオンオフができたりとか、そういうスイッチの代わりにもなる、そんな形になってます。全体的にブラックアウトしてあるので非常にシンプル。タンクの上にいろいろ乗っかってるんですけど、すごいシンプルに見えていいかなと思います。ハンドル周り、スカウトシリーズについては液晶のメーターのモデルとアナログのメーターのモデル、グレードにより選べるようになってるんですけど、どちらもこの丸いメーターでハンドル周りからメーター周り、非常にシンプル、どことなくクラシック感感じさせるようなスタイルになってるんちゃうかなと思います。スイッチボックス周辺非常にシンプルにまとまっていて、右側スイッチボックス、セルのスタートとキルスイッチと、僕いいなと思ったのがスロットルバイワイヤーになってるので、ここにスロットルのセンサーがいるんですけど、形サイズ綺麗に合わせて作ってあるので、これはねなかなか好き。スロットルのセンサーのところがね取ってつけたようなメーカーさんが割と多いので、こういうところにこだわれるインディアンって素敵やなと思いました。右側スイッチボックスはクルーズコントロールのスイッチとか、
メーターのパネル内操作できるジョグダイヤルとかとウインカーとか必要な機能を必要なように使えるシンプルなものになっているので、割と多機能な車両なんですけど、ハンドル周りスイッチ周り非常にシンプルでいいなと思いました。あとスカウトボバーに関してはヘッドライトのナセルカバーガバッと部品がついてるのも座った時にやっぱねこう見えますから、そういうところのカスタムしてあるバイク乗ってるでっていう演出いいと思います。ではチーフダークホース同じようにコックピット周辺見ていきたいんですけど、スカウトと一番違うのがタンクの全体的な曲線美というか、つるっとしたっていうかぬるっとしたっていうか、非常にね丸みを帯びたシルエットになってます。タンクの上にはタンクベルトを模して、昔のアメリカンバイクタンクが左右に分割されてた時の名残も多分インスパイアしてると思うんですけど、こんな感じでタンクの真ん中にカバーがついていて、インディアンのヘッドドレス入りのロゴが入ってて、こういうとこね絶対自分乗ってる時見えるので気分が上がっていいなと思います。メーターはスカウトのデジタルメーターと同じものが標準になってます。フルカラーのタッチパネル式ライドコマンドがついたデジタルメーターなんですけど、機能的には一緒なんですけど、スイッチボックスの大きさとかねまとめ具合シンプルでいいと思います。チーフダークホースはこんな感じで割とワイドな弓なりのハンドルがついてるんですけど、チーフもスカウトもモデルによってハンドルの形状とかライディングポジション結構変わってくるので、その辺はねまずベースでどのモデル好きかなっていうところからご自身に合わせるスタイル、お店の人と一緒に作っていってもらったら面白いかと思います。ではスカウトシリーズとチーフシリーズ、気になる足つきやライディングポジションチェックしていきたいと思います。まずはスカウトボバーから失礼します。軽い安定の軽さと、そしてレベル250より低い足つき、足かかとまで両足べったり、膝も超ゆったりでめちゃくちゃ足つきいいです。信号待ちスタイルこんな感じ、ライディングポジションこんな感じ。僕は身長165センチなんですけど、思ってるよりフォワードコントロールというか思ってるより足前かなっていう感じなんですけど、右も左もねこれだけ膝がピーンってなってるように見えるんですけど、操作に不安を感じるような遠さではないです。ここがすっきりしているので自然に足伸ばしたところにある、そこは思った以上に操作は違和感ないです。そしてライディングポジションこんな感じ。スカウトボバーは一番低くてちょっと遠めのハンドルがついてるっていうのもあるんですけど、やっぱね普通じゃないライディングポジション、ちょっと低くて前でっていう独特のポジションから見えるこのヘッドライトのナセルカバーのカスタム感、すごいねこうカスタムしてるバイク乗ってるなっていう演出はめちゃくちゃワクワクします。いいと思います。ちなみにこの 1250cc のスカウトシリーズはハンドルポジション、足のポジション、あとシートなんかもどのシリーズもどのスカウトモデルにも共通で使えるオプションが出てますので、本当にねライディングポジションはなんとかなりますので、まずはこの気になるモデル選んでもらったら間違いないと思います。いいと思う。ではチーフダークホース足つきをご紹介したいんですが、西尾号がですねシートちょっとフローティングシートに変えてまして、フレームワーク丸出しになるようにこのシートを選んでるんですけど、逆にノーマルのシートの時よりポジションが良くなったので合わせてご覧ください。失礼します。はい、ノーマルシートの時のポジションがどんな感じかっていうのはちょっと概要欄に貼っている動画でぜひご確認いただいたらと思うんですけど、フローティングシートにしてノーマルの足つきこんな感じ。今両足の付け根はどっちもべったりついてます。車両保持不安なく。信号待ちスタイルこんな感じ。さらに足に体重かけられるので違和感全くなし。ライディングポジションこんな感じになるんですけど、ちょうどいい感じです。ノーマルと比べると座面が上で前に上がってくるので、足とかこのハンドルまでの距離とかがちょうどいい具合になってすごい好きです。いいと思います。
私西尾号をなぜこのフローティングシートにしたかと言いますと、エンジン周りね非常にクラシックなスタイルなので、フローティングシート絶対かっこいいやろうなとは思ったのがまず一つなんですけど、なんしかねこれをつけるとですね、ここの空間がね出るんですけど、この空間が出ることでこのフロントから来てるフレームのここのラインがねめっちゃ綺麗に出るんですよね。ここのラインがめっちゃ綺麗に出て、このボリューミーなリアフェンダーと曲線ね、このフレームが描いてる曲線のバランス感がねめちゃくちゃクラシックバイクっぽい。いいでしょ。ライディングポジションも結構ちょっと前に座る感じになるんですけど、これがまたね乗って走ってる時の姿がかっこいい。これは持参なんですけど、やっぱりクラシックなバイク乗ってるっていうライディングポジションと、あとはこのサンダーストロークが醸してくれる V ツインの空冷のサウンドね、その2つがね合わさるとねめちゃくちゃ楽しいんですよ。走っててね、大きい建物のショーウィンドウとか自分が映ったらちょっとテンション上がります。フローティングシートおすすめです。では気になるサウンド、スカウトとチーフご紹介していきたいと思います。まずはスカウトから。のマフラーで見た通りめっちゃぶっといサイレンサーがついてるので、こっから出てる音ねめっちゃ低くてずぶとくてかっこいい音してます。でそれでいて水冷のエンジンなんで、このアクセルを開けた時のレスポンスの速さと吹き上がりの良さ、アイドリングしてる時のV ツインならではのこのずぶとい低音と、アクセルを開けた時の駆け上がってくる疾走感というか、この辺はなかなか見た目のアグレッシブな雰囲気と非常にマッチしてるんちゃうかなと思います。 D、これ今スポーツモードに変えたんですけど、スポーティーノーマルのマフラーなんですけど結構いい音します。なかなかいいです。 V ツインらしい、いいと思います。ではチーフサンダーストロークエンジンサウンドチェックやっていきたいと思います。排気量がまずスカウトは 1250cc で、こっちは 1890cc で、1.5 倍ぐらい大きいっていう差はあるんですけど、このマフラーのサイレンサーから出てくる低音の感じは非常によく似てます。低音が効いたずぶといサウンド、アクセルを開けていくと空冷のエンジンなので水冷のスカウトよりもこうゆっくりついてくるような感じなんですけど、この一つずつの音の粒がこうはっきり聞こえるというか、吹き上がっていく時も重低音がこう鳴り響いてる。サンダーストロークっていう名前のエンジンなんで、そういうイメージ通りかなと思います。今ツアーモードで音を聞いてみたんですけど、今これスポーツモードに変えました。スカウトのスポーツモードと同じように結構おりゃーっていう感じが出るんですけど、吹き上がっていく時も重低音がガーッと加速していくような感じなので、排気量の違いはもちろんあるんですけど、エンジン自体のサウンドの迫力はチーフの方がよりはっきり低音聞かせるようなサウンドメイクかなと感じました。
どっちも好きです。いかがだったでしょうか。インディアンモーターサイクルのものづくり、スカウトシリーズもチーフシリーズもそれぞれ強いこだわり感じていただけたのではないかなと思います。この2つのシリーズ、ぜひねお近くのディーラーさん行って現物見たりまたがったりエンジンかけたり、ぜひ本物見ていただけるとバイク探しもっと楽しくなると思います。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報を発信しております。高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあればぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。